スーパーソニックスピード編最終回です。最初のコースは、コロスカ、シャドウにロイヤルチャリオット、ガジェットは、スピードマシンキット、エアトリックボーナス、超高速エアトリックです。ほぼ直線上に走れるので簡単です。スタートしたら、ラインガイドの通りに動いたリング回収、途中右にあるブーストを回収します。通路は中央を走ってリングを回収。ボートパートはひたすらチャージ1から速発動でトリックを繰り返して加速とリング集めをします。ブーストの使いどころですが、スタートしてジャンプ後、その先の紫の結晶があるエリアでいいです。紫の結晶を壊せるので、このコース唯一のダメージ元を消すことができ、事故の防止にもなります。仮に結晶がないとしても、他はほぼ加速ギミックあり、またはカーブで無駄になりやすいので、もう解説することがないぐらいなので、ちょっと思ったことの話なんですが、ボートのチャージジャンプは、トリック、ファストチャージどちらの恩恵も受けられて、ありがたいのですが、それに対して飛行機っていまいちですね。トランスフォームドから強化されたボートに対して、リスクブーストが消えたのが問題ですよね。移動にも使えるし、スタント移動は残してほしかった。こうも差が出ると、このコースの場合は、レースでもあまり使いたいと思わないですよね。この惨状を見ると、飛行機性能アップや、リスクブースト追加みたいな1スロットガジェットが出たら面白そうですが、今後、そういった調整はあるんですかね。前回話したコースについてもですが、車優遇でせっかくテクニカルドリフトのような車用ガジェットがあるなら、飛行機形態にも専用強化があっても良さそうです。ただ、飛行機の場所は短めのコースが大半で、全体を見ると、そもそも飛行機になるコース自体が少ないですので、強くするにしても難しいですよね。ステータスを高めても、そんなに効果が出そうにないし、リスクブーストを作るにしてもメタルハーバーみたいに障害物がないコースがあったりで、具体的な強化案はと言われてもパッとしないですね。強くというより、車やボートとの差をもう少し埋めるなら、チャージジャンプと同じ感じで、ブースト解放後にトリックを数回入れられるようにするとかですかね。それなら、トリックで位置がずれることもあって、単純にやればいい行動でもないし、場合によっては、うまく使える程度に収まりそうです。ゴール、まあ余裕でしたね。これが究極の走りだ。次は、ギャラクティックパレード、シャドウにロイヤルチャリオット、ガジェットは、スピードマシンキット、スタート成功ボーナス、ダッシュパネルボーナスコンボです。続けてシンプルに走り抜けるだけのコースとなっていますが、今回は落下もあるし、曲がるところも多少あるので、難易度は少し上がってます。スタートしたら、最初のブーストリングに入ってリングを手に入れます。車になったら、中央のブーストを回収。その後、先のダッシュパネルを乗り継いで、右側のショートカットに入る前にブーストを使用しましょう。ここ以外は、ほぼ直線のため、ブーストは、ショートカット中のコンテナにぶつかる際の保険として使うだけでいいです。2周目で使うために、右側のブーストを回収。その先は、本インコースとなる左側を走っていきますが、途中一度だけ、左にレーザーが来るタイミングがあるので、その時は右側に逃げましょう。最後の飛行機パートは、ブーストリングをたどっていきます。2周目もやることは同じです。ただし、飛行機パートに関しては、周回ごとに違いますので注意。その時になったら説明します。トランスフォームドと比べた場合、ここは、分岐が、最後の方の謎のものだけになって、戦艦内部の分岐が簡略化されたのが残念ですね。他のクロスワールドを見ると、戦艦内部をもう少し長くして、分岐も作ったら原作要素を拾いつつ、コースとしての面白さも出たと思います。こうして見ていると、マグマプラネットって、飛行機パートが長い、分岐が上下と左右で用意されている、途中から変形するルートもあると、作中独自すぎる要素がある上の、出来が良いコースでしたね。2周目は、左にブーストリングがあり、ガイドがそこに行くようになっていますが、3周目ショートカット保険用のブーストを右側に向かい回収します。ここ以外だと、戦艦内部で、ショートカットの前に、右側に青ボックス出ますが、通り過ぎやすいし、先が、ダッシュパネルだらけで効果が薄いと思ったので、こっちで回収しています。スピードタイプということもあって、直線移動は得意ですからね。
これは回収予定ありませんでした。このコース見ての通り、ダッシュパネル多いので、そんなに役立たないんですよね。まあ使うとこもないから、最後の飛行機パートで適当に消費します。ゴール、余裕はあるので、カーブで外側に行き過ぎなければ大丈夫かと。これが究極の走りだ。次は、ダイナソージャングル、シャドウにリップスパイダー、ガジェットは、スタート成功ボーナス、リングゲットダッシュ、トリックボーナス、超高速エアトリックです。通る場所といい、周期や周回ごとの違いも、ソニックスピードの時と同じですね。速度が出ている分、うまくコントロールする必要があるので注意。スタートしたら、そのまま正面に進み、チャージジャンプで10リングを回収、トリックボーナスもあるので、たくさんトリックしてリングを集めましょう。最初の恐竜は、左側から進んで足が上がったら通り、ブーストを回収。その先も恐竜を追いかけてブーストを回収したら右に移動しましょう。洞窟を抜けるまでは、ガイドの通りに動きます。リングの列が始まると同時にブーストを使用。そのままドリフトで構えて、ショートカットをサボテン側から抜けます。着地時に壁にぶつかっても、すぐ近くでエアトリックできるので大丈夫です。2周目、飛ばずに滝から降りるときにエアトリック。その先は右側を進むように、車になったら、ラインガイドの通りに動けば恐竜にぶつかりません。壁にぶつかりましたが、まあ恐竜にぶつかるよりかはね。洞窟入り口中央のブーストを回収しましょう。3周目は、最初の滝の終わりで、上空に青ボックスがあります。チャージジャンプで飛ましょう。必須ではないですが、取れると有効活用できます。ラインガイドの通りに進みましょう。3周目では途中サボテンができていますが、ブーストなら破壊しながら進めます。ブーストは、当然、最後のショートカットで使うので、2個持ってない場合は、少し左に出て回避してください。ゴール、1秒ぐらいは余裕が出ましたね。これが究極の走りだ。次は、スイートマウンテン、シャドウにタイプ J ヨータ、ガジェットは、スタート成功ボーナス、リングゲットダッシュ、エアトリックボーナス、超高速エアトリックです。珍しくダッシュタイプが活躍します。ワープしたら空中なので、事前にトリックの準備を、その先はガイドの通りに走り、リングを集めていきます。なぜダッシュタイプを使うかというと多分ですが、このコースは非常に短いカーブが多く、程よく曲がり、その上、少しでも高いレベルのドリフトを出せるからですね。直線上の場所はあるものの、その移動の大半には、ダッシュパネルが使えたりして思ったよりも普通に走る場所がないんですよね。広場は、ダッシュパネルを乗り継いでいきます。カーブの途中にある、ブーストを回収し、カーブ中、2つ目のダッシュパネルの後に使用してダートカット。その先は、右側のブーストリングを使いましょう。2周目は、スタート直後右にあるブーストを回収するため、右寄りに移動しましょう。その先は、カーブに合わせて切り返しながら貯めていきましょう。もはや、この感覚が懐かしい。ボートパートで、右側のブーストを取りたいので、ブレーキをうまく使って内側で曲がりましょう。取ったら、すぐに、左に向けて飛んでショートカットへ。あとは3周目まで同じですね。3周目では、青ボックスが通り道にあるので、普通に拾えるので、一つ余るブーストの使い道ですが、ダートカット以外よくわからないのが正直なところですね。ダッシュパネルやトリックができる場所が複数あって有効活用できるところが見えません。青ボックスを取る際に使ってしまいますが、それなら
3周目開始と同時ぐらいで使ってしまったらよかったかも。ここ、全体的なコースの構造とかは好きなんですが、ブリザードバレーとかを見ると、ドーナツの場所は、普通に流れてくるアイテムを拾えるだけにしておいてほしかったです。原作再現でもあるんですが、ほぼリスクしかないドーナツだけど疑問ですね。原則はいらなかった気がします。ゴール、1秒ぐらいしか余裕はないものの、ゲームスピードが遅めなので、やりやすいはず。先ほど話したように、ブーストの使い方が明らかに悪いので、もっと有効活用できれば、もう少し余裕ができるでしょう。次のコースはホワイトケイブ、レーブにロイヤルチャリオット、ガジェットは、スタート成功ボーナス、超高速エアトリックボーナス、スピードチューン2個です。直線上走る場所はあるものの、ところどころで段差が挟まったり、ブレーキで調整したいので、戻りを良くするためアクセルを高めに。スタートしたら、そのまま直進、ラインガイドの位置に合わせて飛びます。その先、左側に出てブーストを回収します。トンネルに入ったらブーストをしよう。ラインガイドに従って移動していきます。ダッシュパネル2つ目と同時に、左に移動し、トンネル出口付近のブーストを回収します。トンネルから出たら、段差ごとにトリック1回、アクセルは入れずに、左の足場に降りていきます。落ちそうならブレーキも使っても大丈夫です。最後の広場は、左側壁沿いを走り、段差を踏まないように抜けましょう。踏んだ場合はトリックで加速を。2周目からは、最初の大ジャンプの右の出っ張りを利用して飛びます。ブーストを使っていますが、検証は正確じゃないものの、ここで使うのが一番効果があると思います。トンネル内部は1周目と同じですが、ブーストがないので、ダッシュパネルの後は直進でいいです。そういえば、こまめに減速するのに、なんで、スピードのステータスを高めたりとか疑問に思う人もいるかと思います。これについて、ですが、トンネルや最後みたいな長い区間をそのまま走りたい場所が多いからですね。アクセルについては、最初少し話したように、ブレーキを踏んだ後に速度が上がるまでの分を軽減する目的で採用です。レースでは、アクセルのステータスは強みがないと言われますが、こういった場面ではありがたいですね。3周目には、トンネルの途中に青ボックスがありますが、スーパーソニックスピードでは、ブーストの効果が少し弱く、ダートカットとかじゃないと効果が実感しにくいぐらいですので、今回は無視して1周目と同じルートでゴールまで行きます。ゴール1秒以上余裕を持って終われましたね。記録更新すごいじゃない。次はサイバースペース、シャドウにロイヤルチャリオット、ガジェットはスタート成功ボーナス、超高速エアトリックボーナス、スピードチューン2個です。このカスタムといえばやることはわかりますね。スタートしたらラインガイドの通りに動きます。ダッシュリングで飛んだ後は右側のブーストを回収してください。行くぞ。邪魔だ。行くぞ。カーブはブーストアイテムで左側のダートをカット。飛行機変形の前に右側にあるブーストを回収します。飛行機になったらそのまま直進、ブーストリングを通って加速し、先の回転している鉄球と一緒に動いているブーストを回収します。最後の道路は車に当たらないように、可能ならほぼ中央で走るのが最短になります。ちなみにブーストは余りますので、中央を走るとポールにぶつかって減速してしまうという人は使ってみるのも手ですね。ブースト中はポールにぶつかっても減速せずに進めます。2周目はジャンプ台に乗らずに進んでブーストを回収します。まあ今は2個持っているのであまり意味がないですね。1周目使わずに抜けたけど最後が苦手だという人は3周目まで残すのもありですね。2周目の飛行機パートは
ガイドの通りに動けば、安全かつ素早く抜けられます。下り坂左側のブーストを回収します。すぐに飛び降りるとき、トリックで2リング回収できるため、壁にぶつかっても大丈夫。2周目は、周期的に車を避けると大回りになりやすいです。一応普通に走ってみたけど、ブーストは、ここで使って中央を突破した方が、タイムに余裕が出そうですね。ブーストの回収がない場合は、右から飛んで、その後左に飛ぶのが最速です。カーブはブーストでカットです。3周目の飛行機パートは、中央の下部に青ボックスがあるので回収しましょう。ブーストですが、2つある場合、1つ目を車になった直後使って、先のポールを越えて素早く曲がります。青ボックスの分しかない場合は、最後の直線に取っておいた方がいいでしょう。準備完了だ。よし。ゴール。今回ブーストの使い方がもったいなかったので、適切に使うともっと短縮できそうですね。ラストは、デジタルサーキット、シャドウにロイヤルチャリオット、ガジェットは、スタート成功ボーナス、超高速エアトリックボーナス、スピードチューン2個です。最後まで見慣れた光景でしたね。スタート直後段差2回はトリックを、その先右に進み、3つ目のダッシュパネルを踏んだら、ラインガイドの位置に移動します。飛行機に変形する前に、中央のブーストを回収し、変形後は、ガイドに従ってリングを集めましょう。その先も、ガイドの通りに進みます。ブーストは、1個しか使いません。使う場所は、2周目の飛行パート開始時です。3周目まで特にやることが変わらないので、締めの挨拶を、これにて完結です。ご視聴ありがとうございました。なんとか完結ですね。もう、これ上がってる頃は、レジェンドコンペの配信とかやってると思うんですが、日数的に残りもわずかですよね。思ったよりも勝てないって時は、タイムアタックの攻略を見て、走り方を意識するといいかもしれませんね。この企画はドリフトスタイルではありませんが、その分、クイックリカバーとかアイテムビルド型で走る時に役立つと思います。これを達成すれば、あとは、総レース数とかのチャレンジしかないので、オフラインの攻略はこれにて終わりです。年内に完結できましたね。今後は、以前の動画でも話しましたが、フェスタも色々ルールが増えたりしますし、対戦系イベントとかが開催されるでしょうから、それに合わせて、何個か動画を作っていけたらと思います。もちろんソニックランブルやその他ソニックシリーズ関連とかも作っていきたいですね。ただ、今年のストーリー振り返りや攻略動画でほぼ1年定期更新してかなり疲れたので、今後はもう少し配信から流用して作ったり、1動画あたりを軽めにしたいかなとは思っています。良ければチャンネル登録と高評価して今後も応援よろしくお願いします。今後は攻略動画も作りますが、それ以外にももっと短時間で見やすかったり、定期的に視聴者側も参加できるように配信をしたりとかもしていこうと思います。また、ソニック新作や移植が決まったら、それに合わせたテーマの動画が増えるかもしれませんが、今のところ大きな発表がないので、少しの間はランブルやクロスワールドのマルチプレイで遊ぶ期間になりそうですね。やっと時間をかけて遊べるようになるので楽しみです。ゴール、少し余裕がありますね。多分そこまで難しくないでしょう。ではまた、次回、また別の企画でお会いしましょう。